皆さんどうもこんにちは、安本博樹です。この動画はトライアングルストラテジーの本編を遊び尽くした人限定でエンディングまで含めた範囲で届いた質問や感想をご紹介していこうと思います。もう一回言います。遊び尽くした人限定でございます。ネタバレです。ですのでやってない人、まだ途中の人切ってください。本当に見ないでください。絶対にこれ終わってから見た方が絶対楽しめるものになりますので、遊び終わってからぜひこちらの方で見ていただければなと思います。アーカイブ的なやつで、残ってます。いつでも見れますので、遊んでからぜひ見てください。お願いいたします。というわけでございまして、本編に引き続きプロデューサーである新井康明さん、そしてメインシナリオライターである、山本直樹さんにお話を伺っていきたいと思います。お二方ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう早速どういった内容のメールが来てるのか早速1個読んでみますね。お願いします。しーちゃんさんより、いろいろありますが、やはり17話前編の最後、もうここまで話しちゃうんですよ、マジで。だからもう一回言います。やってない人切ってください。お願いします。いろいろありますが、やはり17話前編の最後の3択の天秤だと思います。個人的にはフレデリカの理想を信じる道が最も人らしくあり、さらにノゼリアにとっても、新大陸の発見から現実のように文化や資源の交換へとつながるので、これしかないと思ったのですが、ベネディクトに言わせればそれは元あるウォルホート家の民、地位、富、その全てを捨てる道。ハイサンドに下るのは論外にせよ、その意見を聞いた途端に軽々しくフレデリカに賛同するとは言えなくなりました。トライアングルストラテジーの中で常に突きつけられてきた人の道を取るか、それとも理の道を取るかという選択、その極地のようなシーンだったと思います。これ理の道ってわけでもないんですよね。なんて言いますか、地位とか富とかそういうだけじゃなくて、本当民ってのがありますから、これは別に理だけではないわけじゃないですか。人道的にはこれはあったりもするから、こういう選択ってのは山ほどあるゲームですが、この選択肢はなかなかやっぱりエグかったんじゃないかなというお話が。はい、やっこれぱりシナリオを書いていくときどんな感じだったんですか、ここは。そうですね、むしろ構成の中ではもうここが一番の最大の焦点だったので、むしろここに行き着かなければいけないということで、ここから先は大きく分岐しますので、ここになるためにはどうしたらいいかっていうところを作っていった形になります。むしろここでベネディクトとかの意見が成立するように、フレデリカの気持ちがここでピークになるように、前のシーンを整えていくような作業を繰り返した形になってます。フレデリカもここで僕初めてね、フリードムというのがより強調されて、新たな地に向かうっていうので、そういうのは感じましたけども、確かにね、今まで散々一緒になってやってきたあそこをね切り捨てるというのははい、なかなかのエッジの効いた質問だったと思いますね。そうですね。山本さんもおっしゃってましたけど、結構難しかったかなと思うんですよね。やっぱり新規の作品でその中の特殊な設定の特殊な民族に、宗教の問題もちょっと、ゲームの世界ですけど理解していただいた上でどうするっていうところの17話最後の決断なので、そこに向けての行ったり来たりの補強、こういうシーン入れないとここ分かんないんじゃないかとか、フレデリカがヒロインとして嫌われすぎてもいけないなっていうか、なんか理想論には見えさせたかったんですけど、迷えるようにというか、どれも正しく見えるようにってところまで持っていくのに随分苦労して行ったり来たりがあったかななんていうふうに思います。そこまではでもフレデリカはだいぶなんか業だったりとか悲しさだったりとかを積み重ねてきてるから、ここは組んであげたいという気持ちに、しかもね主人公ちゃんとね大事にしてますし、思うがなんですよね。どのルートも何かを得るけども何かを失うという形にはなっていて、でそれぞれ3人の主張にも、それぞれの、情と理があってという形。ただプレイヤーさんがどのルートを通っているかわからないので、そのバランスも実は人によって違うというところです。普通の価値観でおいてもそうですし、ルートによってもおそらく異なってくるだろうというところなので、ここも本当に綺麗に分かれてくれるといいなと思って、作った最大のポイントになっています。遊び尽くそうと思ったらどっちもやらなきゃいけないですけどね。そうですね。ぜひ皆さんにはいろんな選択肢に悩みながら選んで、てかこれを見てる人も悩み終わった人たち大変でしたよね。で次行きましょう。次のメール、ボグさん。一番印象に残っている選択は11はローゼル族の差し出しルート。これね、最もセレノアに選んでほしくないルートでした。
しかし全ルートを見るためにそこなんですよ。これゲーマーの差がですよ。埋めたくなるっていう全ルートを見るために2周目ではローゼル族差し出しという苦渋の選択をしました。開発スタッフはなんて意地悪で素晴らしいのだろうと心の底から思いましたと。確かにもう意地悪な作り方だな。なくたっていいんですから、今度は。そうですね。どれを言っても正解でないというところなので、どれかを取ってもやはり100点満点の結果にはならないというところがあって、何かしらのカルマを背負いますからね。でエンターテインメントとしてはなかなかプレイヤーさんにストレスがかかっていくところで、面白くないと言われてしまう危険性もかなりあったと思っているので、嫌な気持ちにどうやってちょっとなっちゃいますよね。ただやっぱりその中で、セレーナたちの事情とかを考えてこうするしかなかった、もしくはこうした時にはこういうことになったというようなところで何かしらこう考えたり得るものがあればいいなと思って作ったんですけども、逆にそうやって意地悪で素晴らしいと言ってもらえれば、意地悪だから最悪と言われてしまうとすいませんとしか言いようがないんですけども、何かしらこう取ったそのうまくいかないルートでもその結果として得るものがプレイヤーさんの中に生じていれば、本当にそれはスタッフがとしては幸せなことでありがたいと思います。その選んだ選択の後が大事ですからね。その後を良くするために今回この選択をしたというふうに思って進んでいくしかないですもんね。ここは僕もなんかなるほど、これはこの野郎と思いますよね。これはそうプロトを作る段階で、この筋で言ったら議題にすべきどちらも正解に見えるトピックスってやっぱりこの民を差し出すか差し出さないかだろうっていうのは決まっていて、差し出さないがいいにそれは新庄としては人道的には決まってるとはそれは思ってるんですね、我々も。じゃあその決断をしたらどうなっちゃうんだろうっていうところでゲームオーバーになった方もいらっしゃると思うんですけど、強大な戦力ですからね。探索パートで、っていうところとセットで作ったっていう感じですね。その決断の重みといいますか、ちゃんとここでおしまいになっちゃうよ、耐えちゃうよっていうぐらいの場面っていうのでここチョイスしていただいたのはとてもなんか、嬉しいなというふうに思いますね。ゲームオーバーにするっていうアイデアは企画側から出てきてるんですけど、むしろいいんですかってこちら側からこう聞き返す感じでしたね。ただそこはやっぱり徹底しないといけないだろうというところでゲームオーバーでいいんですという保証をいただいたので、じゃあということです。オルフォート家が滅ぶ結末というのも一つ作らせていただきました。そうですよね。全ルート見るにはそれも見なければならないというね、悲しみもありますけれども、遊び尽くすっていうのはそういうことですかね。まだやってないって方もぜひそこもね楽しんでいただければなと思います。じゃあ次行きましょう。ここからは世界観についての質問です。トラさんから。エスフロストの大書院でドラガンは塩の研究をして爆裂丸を作りました。どうしてハイサンドより塩に詳しい本があるんですかと。なるほど。これも何か裏の話設定とかあったりするんですか。そうですね。この辺はエグザムの一つの、ルートで大書院を後に壊してしまうという一つのエピソードがあったりするんですけども、基本的にはハイサンドはそういう自分たちに都合の悪い情報とかは噴書とかなどで消したり自分たちで囲い込んでいるということがあって、でそれを逃れたものが、エスフロストの書院の中にあったと。ただ膨大な資料の中の一つなのでそれを整理されてない状態だったのをドラガンが見つけたという想定になっています。歴史的には発祥した地域で失われてしまった情報なんかが辺境の地域なんかに残っていたりするっていうことは仏教の仏典なんかでもそうなんですけども、実際あるようなことなのでちょっとそういうものをイメージしてこう作った形になってます。じゃあしれっとスルーとスルーしてしまった人もいるかもしれないけど実はそういうバックボーンもあるんだよっていうことですね。こちらもだからスケール好きっていうのは極力ないようにやっぱり皆さんで一生懸命もろもろ作られてるってことですもんね。そうですね。ツッコミどころを減らしていくというか、手記とかフレーバーテキストなんかでもいろいろ作って補足していますので、できればそういうのも取っていただけると、街を探索してた見つかるやつですね。ぜひあちらも読んでいただければと思います。じゃあ次行きましょう。野中さん。フレデリカルートの最後では橋を渡ってローゼル族の故郷を目指します。実際過去にローゼル族がやってきているという事実もあり、橋があるなら外界との行き来は可能だったんじゃないかと思うのですが、なぜノゼリアは閉鎖的な状態が続いていたんでしょうか。ヒューエットなら高で飛んでいけそうですし、飛行中に海も見えたのではそこまで高く飛んでないんじゃない。そうですね。バトルフィールドだとね、屋根の上ぐらいなので、実際この辺はノゼリアというのはかなり特殊な地形で、日本というのはやっぱり海が近い国なのでちょっと
ピンとこないところはあるかもしれないですけども、かなりノゼリアというのは内陸の深い土地で、周囲はかなり荒野とか、なかなかこう人間の交流が行われていない閉鎖された地域とイメージしています。実際地球上で一番海から遠い場所っていうのも2000キロほどあるそうなので、ちょっと気軽にというか用意したから行けるような場所ではないというところだと思います。ただ一方でかなり古代でも、ユーラシア大陸を行き来してたりする人はいるわけであって、ちょっと不可能かというと不可能ではない。だから、かつてローゼルも来たし、フレデリカたちも、セントラリアにたどり着けたというような想定はしているんですけども、はい、ちょっとそれが何キロあるのかとか、そういうことを始めてしまうと外の世界の可能性がどんどん広がっていってしまって、物語のフォーカスがずれていってしまうので、確かにそっち行っちゃえばいいじゃんってなっちゃいますもんね。だからその可能性というのを一旦そこは無理ですよという枠をはめるためにノゼリアというのは孤立した世界というような書き方をしています。だからこそその先があるよっていうことが分かってから広がるものがあるってことですね。そうですね。はい。そこをありきで考えちゃうとまた全然変わってきちゃうってことですね。もちろんプレイヤーさんは普通に海を知っているので、海はどっかにあるんじゃないかっていう気持ちは当初からあると思うんですよ。でその時にセントラリアという可能性がそこと重なるので、そういう場所はもしかしたらあるかもしれないというのがフレデリカルートの補強になっているというような感じになっています。なるほど。あとキャラクター的にもジバンナっていうキャラクターがエスフロスト大書院の地質学者っていうような位置づけで出るんですけど、かつてノゼリアは海の底だったんじゃないかっていう仮説を立てて研究しているようなキャラクターがいて、イメージとしては結構、海の底だったと、じゃないと岩塩とかないですし塩湖もないでしょうから、なんで結構盛り上がっ地殻変動でぐっと盛り上がったところの結構高いところにあるのかななんていうイメージはありましたね。あとその距離感とか大変さみたいなところでいうとサハラ砂漠の塩キャラバンみたいなものが現在もあるようなんですけど、ラクダで本当に何日もかけて行くようなアラビアンナイトのような話、そういったドキュメンタリーなんか見て、これは簡単にいけないなっていう、リアリティラインのところですねっていうので共有して見てたりはしました。意味があるんですね。やっぱりこういうふうに見せないところ、見せないというのにも意味があるし、後で見えるというのにも意味があるということですね。なるほどなるほど。じゃあ次行きましょう。その他ユーザーの皆さんより寄せられた質問をご紹介していきたいと思います。吉田さん、とても楽しみにしていたタイトルで実際今年一番楽しんで遊ばせていただいておりますと。今作は分岐が多く自由な選択肢によってストーリーや仲間が変わりますが、シナリオ制作時に実装を見送った話があったらお仕事しありますか？見送った話あるんだ。カットされたり調整されたシーンは山ほどあったんですけども、ちょっとただ意外にその辺は忘れていかないと書いたつもりになって、自分であれこれなくなったんだっけってなってしまうので、なるべく忘れていくようにはしてるんですが、例えばですけど実は当初はジェロムがフレデリカにちょっとその好意を抱くようなようなエピソードもあったんです。キャラクター設定としては、ジェロムはもうちょっと明るい軽い感じの青年で、フレデリカをめぐってセレナとライバル関係みたいな雰囲気を作ったらどうかみたいなエピソードはあったんですけども、ただローゼル族が置かれる状況がもうそんなことをやっているどころではない状況になってしまって、セレナの判断に対してジェロムが市場を持ってしまうととても成立しないお話というか、もっと何エピソードあったらこれはさばけるんだろうとか落ちるんだろうっていうようなものになってしまったので、ちょっとそこら辺は調整をして、ジェロムはむしろ里のことを考えている若きリーダーという公的な人物の方に寄せた形に、なった経緯があります。そうですね。こういう感じでじゃあそういったお話はいくつかあると。でも忘れようとなさってらっしゃる。そうですね。やっぱり完成したものがベストの形ということで、そうですね。なるべく端的に必要十分なお話でっていうところで、いたずらにやっぱり分量も増やせないですから、絞っていったところはありますね。なるほど。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。スラタンさん。セレナールートでセレナールートですよ新年の天秤を用いずに決断するセレノアにもこれが最もなネタバレじゃないかな成長を感じました。本来あるべきリーダーの姿を見たような気持ちになりましたが、新年の天秤は何のためにあったんでしょうかと。なるほど。設定としてはウォルフォート家に伝わる
新規といいますか、投手として決断をするべき時の道を示すための、投票の、象徴っていうものなんですけど、この決断の数々を経ないとセレノアは用いずになんでしょうね、セレノアルートのこの最後用いない決断っていうのは、ある種と理想論的なというか、ちょっと口頭無形なというかだと思ってるんです。これちょっとネタバレの場所ですけど、僕らはセレノアルートが新限度って言われ方を今世の中一般的にされてると思うんですけど、あんまりそうは思ってなくて、理想論ルートって言い方がいいのか合ってるのかな、ちょっと現実的じゃないようなふうに思ってるんですね。でもそれを描くためにはみんながこれが正しいんだってやっぱりついていくような主張になっていかないといけないと思うんで、そこに至るまでにやっぱり経てないと、いろんな人の意見を聞いて苦渋の決断を何度も重ねていかないと至れなかったのかなっていう、セレノアの成長に必要だったんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけどね。もちろんセレノアルートというのは理想的が全て叶って、誰も欠けることがないエンディングになるので、これをすごくプレイヤーさんが喜んでいただけるのは嬉しいんですけど、目指したくはなりますよね。目指したくなんですけど、ただやっぱりこの、トライアングルとして、目指したところというのはやっぱり3人のそれぞれのビターエンドというものに対して、何かしらそこに思ってほしいというのが一つの目標としてテーマとしてありまして、でその上で、そのために天秤がまず必要であろうと。でそれがどっかに傾かざるを得ない天秤という象徴としてあって、でさらに、ゲームとしてのカタルシスと、あとプレイヤーさんの努力がセレノアの信念に加わった場合に至れるルートとしてのセレノアルートなので、そこはちょっと少し切り分けて考えているところです。なるほど。ちょっと特殊なシナリオといえば特殊なシナリオということですね。はい。でもゲーマーとして目指したくなるのは大いに分かると。もちろんそれを良かったなって思ってもらうのはすごく嬉しいのです。ぜひね皆さんもね全てのシナリオにいろんなカタルシスがあるわけですよ。それを皆さん見つけていただければいいなと思います。さあお話は尽きないですが、この辺りで最後の質問にさせていただきたいと思います。新井さん、山本さん、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。